今回は、シーン -1.2、ザ・レフュージについて解説していくよ。シーン？今回はレベル関係じゃないのか？実はこれもレベルなんですね。一体どんなレベルなんだ？まずは部屋の外観。シーン -1.2 は、オレンジと白の同一設計でできたアパート群で、辺りは、雪に覆われ暗雲に包まれているんだ。見た感じ危険そうだな。次に、シーン -1.2 について説明するよ。シーン -1.2 の生存難易度はクラス0。平穏で、安全、エンティティが全くいないんだ。マジかよ。ちなみに、シーン -1.2 は、階層的にはレベル 11.2 に位置していて、レベル11の中央エリアから遠く離れた外縁部に位置する、サブエリア的なところなんだ。レベル11のサブレベルなのか。次に、レベル 11.2 の特徴について説明するよ。レベル 11.2 は、レベル11を偵察中の最前線探査チームによって発見され、放棄されたバリケードが張られた状態で見つかったんだ。別のコミュニティがいたけどどっかに逃げ出したとかなのか？レベル 11.2 の環境は極寒で、気温はしばしばマイナス11度前後を記録することが多く、このため頻繁に雪が降り、アパート群や街路を覆い尽くすんだ。環境が厳しすぎる。レベル 11.2 には昼夜のサイクルが存在せず、空は常に陰鬱な黒みを帯びていて、これに街灯の光が加わることで、このエリア全体が黄色がかった色調を帯び、多くの人々が安らぎを感じると評しているんだ。暗雲が立ち込めてるのはどうかと思うけどな。MEG での考察では、アパート群に到達した時点で、レベル 11.2 に入っていると広く認識されているんだけど、実際の移行地点は分かっていないんだ。切り替えがわからないことなんてあるのか。これはレベル11とレベル 11.2 が混在するエリアが原因で、空が次第に暗くなり、アパートに近づくほどレベル11の建物は小型化し、空き家が増える現象が見られるんだ。断片的じゃなくてだんだんと変化する感じなのか。この変化はオレンジ色のアパート群から、数キロ離れた地点で始まると認識されているんだけど、効果の多様性ゆえ正確な測定は行われていないんだよね。ただでさえバックルームズ自体非現実的だからな。ちなみに、レベル11に生息するフェイスリングズが、完全に消失している現象も確認されていて、この現象の原因もよくわかっていないんだ。エンティティさえも寄せ付けないのか。レベル 11.2 は、2015年2月に MEG チームリードによる探査任務中に、窓やドアが頑丈な集合住宅に、粗雑にバリケードで塞がれた状態で発見されたんだ。10年以上前に発見されたのか。バリケードは建物の壁に比べて目新しさがあって、おそらく、かつてコミュニティが居住し、これらのバリケードを設置したことを裏付けているんだ。やっぱり誰か過去にいたんだ。特にレベル11に最も近い側面に設置されたバリケードの一部には、損傷や銃弾の痕跡が確認されていて、これは戦闘が発生したか、侵入が試みられたことを示唆しているんだ。何があったんだ？集合住宅の中に入ってみると、大半のエリアは居住空間として使用されていて、教室やラウンジ、診療所などとして使われていたものもあったんだ。かなりでかいコミュニティがいたのか。内部を調査すると、ザ・リーダーズと呼ばれるグループが、このレベルに居住していたらしく、多くの物資も残されていて、必需品と軍事装備品だけが持ち去られていたんだ。どんなグループだったんかな。ちなみに、冷蔵庫の中身も各種で補充されているようで、現実世界からランダムな食品が詰め込まれているんだけど、現時点ではこれに特定のパターンは見られないんだ。冷蔵庫がお楽しみボックスになってる。内部の多くの扉には、異なる階層番号が記されていることが判明していて、番号は木製の看板形式で、扉の横の壁に素人っぽく釘で打ち付けられていて、過去にいたコミュニティによって記されたとされているんだ。なんか規則性でもあるのかな。さらなる調査の結果、レベル 11.2 には非常に密集した出口が、多数存在することが判明し、それだけでなく各出口を使用した後、生存者は同じ扉から戻ることが可能であることが分かったんだ。実質ザハブじゃねえか。また、出口先としてレベル283やレベル189への、ゲートウェイが有用であることが判明し、この特性と持続可能な食料必需品供給を背景に、MEG はこのサブセクションに全焼基地を設置したんだ。ちゃっかり基地増やしちゃってる。また、集合住宅の他にも建物があって、その一つがザ・バナービルディングなんだ。他の建物と比べると小さめだな。ザ・バナービルディングは、壁面に様々な幾何学模様と、バナーが書かれたカラフルな建物と説明されていて、バナーは屋根から垂れ下がっているように見えるように描かれているんだ。建物の命名が結構単純。この建物の特徴は、建物自体ではなく、設置されたバリケードが特殊なんだ。そっちかよ。建物の外周に設置されているバリケードは、他の建物と同様の黒色金属製でできているんだけど、
バリケードを撤去すると、その奥に不可視の障壁があって、今現在に至るまで突破不能な状態が続いているんだ。最強のバリケード。この突破不可能な障壁は、外部世界に対して、完全に抵抗する硬質の見えない力場と特徴づけられていて、この障壁の性質上、MEG は2016年1月にあらゆる突破試みを中止しているんだ。なすすべなしか。最初のバリケードが撤去された後、多くの目撃者がザバナービルディングの、廊下と思われる場所でさまよう影のような人影を目撃したと報告していて、当時、ザバナービルディングだけ照明が点灯していたんだ。まだ中に人がいるのか？目撃者たちは、この人影が照明がついている廊下を、失踪しているのを目撃したと述べていて、普通なら当事者の幻覚と片付けられるところなんだけど、アパート群で発見されたいくつかのメモにより、ザバナービルディングは極めて重要と公式的に宣言されたんだ。メモの内容が気になる。これらのことから、ザバナービルディングには2つのテントが設置され、工作員が常時監視を続けているんだけど、テントなどの設備設置以降、廊下ではそれ以上の目撃情報は確認されていないんだ。なんか、この建物に対して見方変わったわ。次に、レベル 11.2 で発見された記録を紹介するよ。めっちゃ気になる。レベル 11.2 の空間調査に伴い、過去にいたザリーダーズのものと思われる物品を発見、収集したんだ。何かしらのヒントはありそうだよな。収集物を調査すると、数点の文書が発見され、その中でも特に1点は、旧住民の生活と状況について詳細な洞察がされていたんだ。超重要な文書じゃねえか。その文書はジェーン・マヘイフェイオという人の日記で、4つの記述から構成されていたんだ。我々は今ここにいる。日付は1992年8月9日。私は今、雪の中に足を踏み入れながら、軍事チームがこの地域を安全と認定するのを待っている。間もなく我が家と呼べるかもしれない、この巨大なオレンジ色のコンクリートの塊を眺めるのが好きだ。彼らが軍隊を送り込む前のシーン 1.1 で住んでいたアパート群より、はるかにまともな見た目だ。どうやら逃げ切れたようだ。ここで見つかるはずがない。あの逃走劇はついに報われた。とにかく、エンスタブルがこれ以上追いかける余裕はないだろう。正直、ここに何かが潜んでいないことを願うばかりだ。でもなぜか、もういないとわかっている気がする。ここはとても孤独で、孤立している。安心している。数時間前、無事にたどり着いたと気づいた時の父の興奮した表情を今も覚えている。父はザ・リーダーズの中でもかなりの重役だが、全く新しい領域を発見するのはやはり驚くべきことだ。母がまだ一緒にいた頃以来、あんなに笑う父を見たことがない。エンスタブルに連れ去られる前のことだ。避難所。ここは想像以上に素晴らしい場所だ。食べ物もアーモンドウォーターも溢れるほどあって、溺れそうなくらいだ。昨日本部から正式な連絡があり、この場所はシーン 1.4 と命名された。生存報告と発見地を本部に伝えること自体、本部内にスパイが潜んでいてエンスタブルを直ちに送り込んでくる可能性があったため、苦渋の決断だった。いずれにせよ、廊下に無数の出口が繋がっていることを発見したにもかかわらず、本部はいかなる状況でも離脱するなと命じた。誰もここを離れたくないと思う。特にあのカラフルな建物の中で見つけたものを見たらなおさらだ。父は、この日記がいつか悪意ある者の手に渡るかもしれないから、その建物の機能については書くなと言った。でも、それは誰も見たことのないものだった。たとえ言ってもいいと言われても、果たして言葉にできるかどうかもわからない。ただ一つ、それを表す言葉があるとすれば理解不能だろう。警告、こうした記録をつけることにはすっかり興味を失っていたが、今日、すべてが変わった。シーン 1.4 全体が静まり返っていた。理由はわからず、誰も教えてくれなかった。ついに父が口を開くまで、カラフルな建物の中の何かが、エンスタブルが来ると伝えてきた。その後本部から無線が入って、エンスタブルの進軍が我々の方向へ向かっていることを確認した。史上最大級の動員だと彼らは言った。この時点で私が感じたのは、ただただ信じられないという気持ちだけだった。あの豚どもが我々を探すのを諦め、ついに普通の生活が送れると本気で思っていたなんて、信じられない。最悪なのは、本部の状況が絶望的になっていることだ。女性や子供まで徴用している。武器は十分にあるが、ここにある貴重な出口さえ全て活用できていない。もう終わりだと思う。彼らの強力なライフルと兵力にはかなわない。我々はバリケードを設置し、シーン 1.4 の全価値を守るよう命じられた。彼らが来るのを待つ間、それが我々にできる全てだろう。避けられないしよ。さようなら。彼らは今ここにいる。
遠くで煙が立ち上り、火が燃え広がるのが見える。エンスタブル U の恐怖を植え付け、部隊の到着を告げる典型的な手法だ。虹色の建物にいる奴は、建物の周囲に突破不可能な障壁を張ると言っていた。だから少なくとも、最初のバリケードを突破されたとしても、エンスタブルがそれほど多くの力を得られないと知って死ねる。私は最後の未封鎖ビルの椅子に座りながらこれを記している。片手でライフルを握りしめ、隣室から聞こえる家族の叫び声に耳を澄ませながら。もし君がこれを読んでいるなら、ザ・リーダーズがすでに戦争に勝利していることを願う。だがもし君がエンスタブルなら、あの虹色の建物にいる存在が、ある陰鬱な夜に君と出会うことを願う。ちょいちょい出てくるエンスタブルってなんだ？エンスタブルは、主にレベル22で活動していたグループで、グループの特徴として、他のグループに対してかなり排他的だったんだよね。もしかしてそのグループの一部の人が、グループに対して嫌気がさして、グループから逃亡して、新しくザ・リーダーズに入ったとかなのかな？その辺は詳しく調査する必要がありそうだね。最後にレベル 11.2 の入り方や、次のレベルの生き方について説明するよ。まずはレベル 11.2 の入り方。レベル11の入り口からレベル9の入り口まで 876km 北東へ移動すると、レベル 11.2 に行くことができるんだ。生き方が特殊すぎる。一方、次のレベルの生き方は、集合住宅の団地から離れると、レベル11に、集合住宅内の廊下ドアから、8種類のレベルに、行くことができるんだ。ちょっとしたザハブだな。ということで、今回はレベル 11.2 について解説したよ。レベル 11.2 は、空虚な集合住宅の空間だったけど、結局あの謎の建物の正体は最後までわからなかったな。私が思うに、あの建物は信仰対象の建物だと思うんだよね。なんで？だって、建物が人間を寄せ付けようとしてないし、見る人によって中に人影がいるっていうし、これはもうあの建物に神様がいるパターンしか考えられないね。憶測が過ぎるような。